皆さん、こんにちは。日本語学習ポッドキャスト、おしゃべり日本語の時間です。今日は私、太郎と、花子でお届けします。よろしくお願いします。はい、花子さん、こんにちは。今日のテーマは、お金と予算について話しましょう。お金の話ってみんな興味ありますよね。そうですね。お金は日常生活でとても大事です。特に日本で生活している人やこれから日本に来る人にとって予算の管理は重要ですよ。そうだね。まずは基本的な言葉から始めましょう。お金は日本語でお金または金と言います。そして予算は予算ですね。はい。予算って計画したお金の使い方のことです。例えば、1ヶ月の予算を立てるということです。みんな予算を立てていますか？私は毎月立てるようにしていますよ。でもいつも守れるわけじゃないけど。あはは、私も同じです。つい欲しいものがあって予算オーバーしちゃうんですよね。わかるわかる。じゃあ今日はお金と予算についての会話をゆっくり話していきます。日本語を勉強している皆さんに役立つ表現をたくさん紹介しますね。まずは自己紹介からいきましょうか。私は花子です。会社員で毎月お給料をもらっています。お金は貯金と生活費に分けています。私は太郎です。フリーランスなので収入が安定しないんです。だから予算管理がすごく大事です。フリーランスは大変ですね。収入が変動するから計画的に使わないと。そうそう。では早速本題に入りましょう。お金の種類から話そうか。日本のお金は円ですよね。円。はい。紙幣と硬貨があります。紙幣は1000円札、5000円札、1万円札など。千円札は千円札。一万円札は一万円札ですね。硬貨は1円、5円、10円、50円、100円、500円。みんな覚えていますか？繰り返しましょう。1円、1円、10円、10円、100円、100円、500円、500円。いいね、ゆっくり言ってくれて。次は買い物の時の表現。お店でこれいくらですかって聞きますよね。いくらですかはとても便利なフレーズです。答えは、これは1000円です。みたいな感じ。または1000円になりますって店員さんが言いますね。なりますは丁寧な言い方。お金を払うときは、カードで払います。または現金で払います。最近はキャッシュレスが多いよね。スイカやペイペイとか。はい。電子マネーや QR コード決済が便利です。キャッシュレスで払いますって言えます。予算の話に戻りましょう。予算を立てるってどうやってするの？まずは収入と支出をリストアップします。収入はお給料や給料。支出は家賃、食費、交通費など。家賃は家賃。食費は食費ですね。そう。毎月固定の支出と変動の支出があります。固定は変わらないもの。変動は変わるもの。例えば、固定、家賃、光熱費、変動、外食、娯楽。予算をオーバーしないように節約します。節約って無駄遣いをしないこと。節約のコツは何かな？私はスーパーで安いものを買うようにしてるよ。
私も。ポイントカードを使ってポイントを貯めるのもいいですよ。ポイントを貯める。あと、不要なものは買わない。衝動買いしないように。衝動買いは危ないですよね。衝動買いって急に欲しくなって買っちゃうこと。じゃあ皆さんに質問。あなたは予算をどう管理していますか？アプリを使ったり、手帳に書いたり。今は家計簿アプリがたくさんあります。家計簿って収入と支出を記録するもの。おすすめのアプリはたくさんあるけど、シンプルなものがいいよね。はい。では少し会話を練習しましょう。想像して買い物のシーン。お店で。すみません。このシャツいくらですか？これは2980円です。あ、予算内だ。じゃあこれ買います。現金でいいですか？はい、大丈夫です。2980円をお預かりします。ありがとうございます。こんな感じで日常会話ですよ。ゆっくり練習してくださいね。次は予算オーバーした時の話。予算を超えちゃった時はどうする？次の月で調整します。例えば、今月食費が多いから来月少なくする。または貯金を崩すけど、それは避けたいよね。貯金は大事。貯金って未来のために貯めるお金。貯金の目標を立てるのもいいよ。例えば、旅行のために貯める。旅行は旅行。日本国内旅行や海外旅行。お金がかかるけど、楽しいよね。バランスが大事。お金を使いすぎず、貯めすぎず。そうだね。今日はここまでで基本的な部分を話しました。皆さん、復習してくださいね。 T。では、続きをいきましょう。前回はお金の基本的な言葉や予算の立て方、節約のコツまで話しましたね。今日はもう少し実践的な話をしましょう。はい。例えば、毎月の予算の例を一緒に作ってみましょう。日本の平均的な生活を想像して。いいアイディア。じゃあ、一人暮らしの会社員で月収が25万円くらいの人。月給は月給ですね。手取りで20万円くらいかな。手取りって税金などを引いた後の金額です。そうそう。じゃあ、20万円の予算例。まず固定支出から。家賃7万円、光熱費1万円、通信費、スマホやインターネット1万円、合計9万円くらい。次は食費。自炊中心なら3万円。外食が多いと5万円くらいになるよね。私は4万円に設定しています。毎日お弁当を作ると安くなるよ。お弁当。交通費は定期代で1万円くらい。定期券って定期券。あと保険や医療費で5000円。合計で固定と必須でだいたい13から14万円。残りが6から7万円。これを娯楽、服、貯金に分ける。私の分け方は貯金に3万円、娯楽と交際費に2万円、残りを自由に。交際費って友達との食事とか。いいバランスだね。貯金率 15% くらい。日本では収入の 20% を貯金するのが理想って言われるよね。そう聞いたことあります。でも最初は 10% から始めても大丈夫。大事なのは続けること。貯金の種類も話そうか。普通預金、定期預金、投資とか。普通預金はいつでも引き出せる。定期預金は一定期間預けて金利が高い。最近は NISA っていう制度が人気だよ。NISA って税金がかからない投資。初心者でも始めやすいですよね。でも投資はリスクがあるから勉強してから。
バランスが大事。お金を使いすぎず、貯めすぎず。そうだね。今日はここまでで基本的な部分を話しました。皆さん、復習してくださいね。では、続きをいきましょう。前回はお金の基本的な言葉や予算の立て方、節約のコツまで話しましたね。今日はもう少し実践的な話をしましょはい。例えば、毎月の予算の例を一緒に作ってみましょう。日本の平均的な生活を想像して。う。いいアイディア。じゃあ、一人暮らしの会社員で月収が25万円くらいの人。月給は月給ですね。手取りで20万円くらいかな。手取りって税金などを引いた後の金額です。そうそう。じゃあ、20万円の予算例。まず固定支出から。家賃7万円、光熱費1万円、通信費、スマホやインターネット1万円、合計9万円くらい。次は食費。自炊中心なら3万円。外食が多いと5万円くらいになるよね。私は4万円に設定しています。毎日お弁当を作ると安くなるよ。お弁当。交通費は定期代で1万円くらい。定期券って定期券。あと保険や医療費で5000円。合計で固定と必須でだいたい13から14万円。残りが6から7万円。これを娯楽、服、貯金に分ける。私の分け方は貯金に3万円、娯楽と交際費に2万円、残りを自由に。交際費って友達との食事とか。いいバランスだね。貯金率 15% くらい。日本では収入の 20% を貯金するのが理想って言われるよね。そう聞いたことあります。でも最初は 10% から始めても大丈夫。大事なのは続けること。貯金の種類も話そうか。普通預金、定期預金、投資とか。普通預金はいつでも引き出せる。定期預金は一定期間預けて金利が高い。最近は NISA っていう制度が人気だよ。NISA って税金がかからない投資。初心者でも始めやすいですよね。でも投資はリスクがあるから勉強してから。絶対に無理しないで。まずは貯金から。じゃあ皆さんにチャレンジ。今月自分の収入と支出を書き出してみてください。紙でもアプリでもいいですよ。書いてみると意外とお金がどこに消えてるかわかるんだよね。私、昔はコーヒーショップで毎日500円使ってて、月1万5,000円もかかってた。それよくある話。私もコンビニのお菓子で結構使ってた。今は家で飲むようにして節約してる。小さな節約が積み重なるよ。小さな節約。他に節約のアイディア紹介しますね。電気をこまめに消す。水道を出しっぱなしにしない。スーパーの特売日を狙う。服はセールで買う。古着屋さんを使う。古着屋って古着屋。図書館で本を借りる。ネットフリックスとかを友達とシェアする。シェアはいいね。今はシェアリングエコノミーが流行ってる。お金のトラブルについても少し触れましょう。借金はできるだけしない方がいい。借金。カードの使いすぎに注意。リボ払いは危険だよ。リボ払いって毎月少しずつ返す方法だけど、利息が高い。もしお金が足りなくなったら、まずは支出を見直す。それでもダメなら副業を考える。副業。日本では副業 OK の会社が増えてるよね。オンラインでできるものも多い。例えば語学の先生とか、フリマアプリで不要品を売る。フリマアプリはメルカリとか。不要品を売るのは一石二鳥。お金になるし部屋も片付く。いいですね。
では少しロールプレイをもう一つ。銀行で貯金の相談をするシーン。銀行員役。いらっしゃいませ。何かご用件でしょうか。お客役。貯金を始めたいんですけど、おすすめはありますか？普通預金でしたらいつでも引き出せます。定期預金ですと金利が少し高くなります。定期預金にします。1年間で。かしこまりました。金額は10万円でお願いします。ありがとうございます。手続きしますね。こんな感じで銀行でもゆっくり話せば大丈夫ですよ。日本語学習者の皆さん、銀行の言葉は難しいけど、少しずつ覚えましょう。今日は予算の例や節約術、貯金の話までしました。次回はもっと深い話、例えば税金や保険について話そうかな。お楽しみに。それではまた次回。ありがとうございました。じゃあね。皆さんこんにちは。日本語学習ポッドキャスト、おしゃべり日本語の続きです。今日は前回の続きでお金と予算の深い話をお届けします。私、太郎と花子です。よろしくお願いします。前回は予算の立て方や節約、貯金の基本を話しましたね。今日は税金と保険についてゆっくり話しましょう。これらはお金の管理でとても大事な部分ですよ。そうですね。特に日本で働く人や生活する人にとって税金は避けられないです。まずは税金の言葉から。税金は税金。主な税金は所得税、住民税、消費税など。所得税は収入にかかる税金。住民税は住んでいる場所で払う税金。消費税は買い物の時に払う税金で、今は 10% ですね。食べ物は 8% の軽減税率。軽減税率。会社員だと給料から自動的に引かれるよ。源泉徴収って源泉徴収。年末に調整する年末調整もあります。年末調整。書類を会社に提出して税金を計算し直す。フリーランスは自分で申告するんだよね。確定申告。確定申告。毎年2月から3月に税務署に行く。税務署は税務署。オンラインでも申告できるよ。e-tax ってシステム。税金を少なくするコツは控除を使うこと。控除って税金から引かれる部分。例えば医療費控除や扶養控除。医療費控除は医療費控除。1年間の医療費が10万円を超えたら申告できる。家族がいると扶養控除。扶養控除。子供や親を扶養している場合。みんな領収書を大事に保管してね。領収書。証明になるよ。税金の話は難しいけど知っておくとお得だよね。次は保険の話。保険は保険。日本では社会保険が大事。社会保険、健康保険、年金保険、雇用保険など。健康保険は健康保険。病院に行ったとき、医療費が安くなる。会社員は会社が半分払ってくれる。年金は年金。老後のために貯めるお金。国民年金や厚生年金。国民年金、厚生年金。雇用保険は雇用保険。失業したときにお金をもらえる。他にも
民間の保険があるよ。生命保険、火災保険、自動車保険。生命保険、火災保険、自動車保険。生命保険は亡くなった時や病気になった時に家族にお金が入る。でも毎月保険料を払う。保険料。保険を選ぶときは自分の生活に合ったものを、必要以上に入らないように、予算を考えて。そうだね。保険料も支出の一部だから。例えば月5000円の保険なら年間6万円。税金と保険を合わせると収入の20から30% くらいになるかも。だから予算計画で考慮する。皆さん、質問ありますか？例えば、税金はどうやって計算するのって。計算は税務署のサイトやアプリでシミュレーションできるよ。シミュレーション。私も毎年使ってる。数字を入れるだけで税額が出る。便利ですよね。でも、専門家に相談するのもいい。税理士さん、税理士。保険もファイナンシャルプランナーに相談。ファイナンシャルプランナー。お金の計画を助けてくれる人。今は無料相談もあるよ。銀行や保険会社で。じゃあ実践例を。税金で得した話。私はふるさと納税をやってるよ。ふるさと納税。ああ、それいい。寄付して返礼品をもらえて税金が控除される。寄付、返礼品。お米やお肉がもらえるんだよね。予算内で楽しめる。みんなも試してみて。サイトで簡単にできる。保険も例では、旅行保険。海外旅行の時に入る。病気や盗難に備える。短期の保険で安いよ。クレジットカードについてる場合もある。チェックしよう。では、ロールプレイ。税務署で相談するシーン。税務署員役。こんにちは。何かお手伝いしますか？お客役。確定申告のやり方がわからないんです。まずは収入と支出の書類を準備してください。ここにフォームがあります。ありがとうございます。オンラインでできますか？はい。e-tax をおすすめします。わかりました。こんな会話ですよ。ゆっくり話せば親切に教えてくれます。今日は税金と保険の基本を話しました。お金の管理が少し分かったかな？これでお金と予算のシリーズ終わりです。皆さん練習してね。ありがとうございました。また次回。バイバイ。